メンバー自身が楽曲制作に参加していることで知られる BTS。楽曲制作といえば、ラップ担当のSUGA、J-Hope、RM の印象が強いですが、実は、ボーカルラインのジミン、テテ、ジョングクが参加した曲もあるんです。今回は、そんなボーカルラインが参加した楽曲についてまとめていきたいと思います。BTS の楽曲は、ラップラインが中心で制作。BTS は、パフォーマンスのクオリティの高さだけではなく、メンバーが作詞作曲に積極的に参加する姿勢でも高く評価されているグループです。デビュー当時からただ与えられた曲をパフォーマンスするのではなく、メンバー自身が曲作りに関わり、自分たちの音楽を表現してきました。特に、ラップラインのSUGA、J-Hope、RM は BTS の多くの楽曲で作詞や作曲にクレジットされています。さらに RM は2022年のグラミー賞授賞式が終わった後のライブ配信でもっと自分たちで作詞作曲、編曲までやらないといけないと発言。6月10日にリリースが予定されているニューアルバムにはメンバー制作の楽曲がこれまで以上に増えるかもしれませんね。ラップラインだけじゃない、ボーカルラインが制作した楽曲制作はラップラインが中心になって行われることが多いようですが、ボーカルラインのジミン、テテ、ジョングクが参加している曲ももちろんあります。特に2015年リリースのアルバム歌謡年歌パート1からボーカルラインの参加が増えてきました。歌謡年歌パート1では、ホールド、ミー、タイトにテテ、アウトロ、ラブ、イズ、ノット、オーバージョングクとボーイズ、ウィズ、ファンは、ジミン、テテが参加しました。他にも、それぞれのソロ曲など、ボーカルラインが参加している曲はたくさん。ここからは、メンバーごとに、楽曲制作参加曲を抜粋して紹介していきます。ジンが、初の自作曲として発表したのが、2019年リリースの Tonight。デビュー6周年記念のフェスタの一環として作られ、制作には事務所のプロデューサー、スロー、ラビットさんと RM も参加しています。この曲は、ジンがペットのことを思って作った曲。ジンの美しい歌声で、ペットに対する深い愛が歌われています。残念ながら CD 化はされていませんが、曲はサウンドクラウドで聴くことができ、制作の様子は BTS の公式 YouTube チャンネルでも見ることができます。さらに、ジンは2020年の誕生日には自作曲としてアビスを発表。プロデューサーのケボムズさんとピトックさん、そして RM との共同制作です。この曲は自身が燃え尽き症候群に陥っていた時の感情を書いたもの。普段はとても明るいジンの心の内が明かされている曲です。さらに2021年の誕生日にはスーパーツナをリリース。アビスとは打って変わってとってもポップな釣りソングです。アーミーが自発的に始めたダンスチャレンジも盛り上がりましたね。ジンの自作曲は切ないものから感情的なもの、とにかく楽しい雰囲気のものまで振り幅がすごいですね。その他ジンはアウェイク、ステイ、ムーンなどの楽曲制作にも参加しています。ジミン初の自作曲は2018年にサウンドクラウドにアップされた約束。ジミンはそれまでもソロ曲、ライなど一部作詞に参加していましたが、メインで作詞作曲をするのは約束が初の試みとなりました。作曲はジミンとスロー、ラビットさん、作詞はジミンと RM、そして曲の表紙写真はテテが撮影。この曲はサウンドクラウドでストリーミング世界1位になるほど多くの人から愛されました。そしてもう一曲、ジミンの自作曲といえばテテとのデュエット曲フレンズ。アルバムマップオブソウル7に収録されている曲で、ジミンは作詞作曲のほかプロデュースにもクレジットされています。
この曲は、もともとアルバム用に作ったものではなかったそうですが、まだ制作途中だったものを聞いたパン PD が気に入り、その後アルバムに収録されることになったそう。2020年のフェスタでは、テテとユニットステージも披露して大盛り上がりでしたね。また、2020年のクリスマスには、ファンへのクリスマスプレゼントとして、サウンドクラウドにクリスマスラブを公開。この曲はメインプロデューサーがスローラビットさんで、制作にはジミンと RM が参加しました。ジミンは自作曲を発表する際、とても控えめで、共同制作したプロデューサーや RM の凄さを強調しますが、ジミンの自作曲が多くのファンから愛されていることからも、ジミンの楽曲制作の才能を感じますね。テテ。続いてはテテの自作曲。テテが2019年にサウンドクラウドにアップした初の自作曲がシーナリです。テテは2017年にも RM と共作で4オクロックをリリースしましたが、単独での自作曲はシーナリが初めての作品となりました。テテはシーナリについて写真を撮りながら感じている気持ちを歌詞に込めたと説明しています。この曲はテテがアーミーのためにサプライズ的に制作を進めていたものでしたが、公開される前にジミンが V ライブでテヒョンの曲楽しみとスポしてしまうという可愛いエピソードもありました。その他にもテテはウィンター、ベア、スイート、ナイト、スノー、フラワーなど自身のソロ曲の多くの制作に参加。ウィンター、ベアは2019年にリリースされたソロ曲で、映画アバウトタイムからインスピレーションを得て作ったのだそう。英語の歌詞は RM に手伝ってもらったそうです。2020年3月にリリースされたスイート、ナイトは、テテが仲良しの俳優パクソジュンさんが出演するイテオンクラスの OST として制作された曲ですね。スノー、フラワーは同じく仲良しのピークボーイさんの共作で2020年のクリスマスに発表されました。その他、テテは BTS のアルバムに収録されたソロ曲インナーチャイルドやスティグマでも制作に参加。また、テテが自身のミックステープ用に制作していたブルー&グレーも BTS のアルバム BE に収録され、メンバー全員で歌っています。これまでも音楽制作に積極的な姿を見せてきたテテ。今後もテテの感性あふれる楽曲に期待したいですね。ジョングク。ジョングクがプロデュースした BTS の楽曲といえば、マジックショップ、Love Yourself 10 Tear と Love Yourself Gets Answer に収録されている曲です。作詞作曲には、ジョングクのほか、RM、J-Hope、シュガの名前もあります。マジックショップは2019年のファンミーティングのタイトルとなったほど BTS にとってもアーミーにとっても大切な曲ですよね。アーミーが辛い時には僕たちが力になってあげるというメッセージが込められたファン思いなジョングクらしい楽曲です。他にもジョングクがミックステープ用に制作していたというステイはテテの推薦によってアルバム BE に収録され、ジン、RM、ジョングクの3人が歌いました。また、ジョングクは BTS の日本語曲にも積極的に参加。日本オリジナル曲 Your Eyes Tell とフィルムアウトでは作曲に参加しています。フィルムアウトを制作したバックナンバーの清水伊織さんは、ジョングクとの作業について刺激的だったとコメント。どんなやりとりがあったのか気になりますね。ジョングクが関わった楽曲はソロではなくグループの曲になっていることが多いですね。今後の楽曲制作参加にも期待ができそうです。まとめ、いかがでしたか？今回は BTS のボーカルラインジン、ジミン、テテ、ジョングクが制作に参加した楽曲についてまとめてみました。思っていた以上にたくさんの曲にボーカルラインが関わっているんですね。ここには紹介しきれなかった曲もたくさんありました。
これまでは音楽プロデューサーやラップラインがメインで作った曲にボーカルラインが一部参加する形が多かったようですが、今後、ボーカルライン主導の楽曲も増えていくと嬉しいですね。